皆さんこんにちは。今回は金曜日に午後の一般入場にて PC とスイッチでソニックフロンティアの体験をしたので TGS 初の午後入場制度に関しての感想とフロンティアのプレイ感想を言いたいと思います。日曜に参加を考えている方もね、この動画を見ればきっと役立ちます。それでは始めましょう。まずは TGS の午後入場についてですね。興味がない方はチャプター分割していますので、この部分を飛ばしてください。午後入場なんですが、結構快適でしたね。私は過去にも通常券で朝から並んだことがあるのですが、朝は繰り上げがそこそこあるのですが、やはり待ち時間が比になりません。今回は繰り上げこそありませんでしたが、1時間前から並んだところ、入場は非常にスムーズに行われました。それで気になる方は多いと思うのですが、午後入場で十分な私有ができるかというと、絞り込んでいるなら十分にできると思います。ブースの配布物目当てや私有したいタイトルが3つぐらいなら午後入場っていうのも全然ありだと思いますね。またチケットが安いのもいいですね。過去の TGS は前売り券として買う分には安かったのですが、一定期間が過ぎると当日券という選択肢しかなく、当日券は割高なので、急に参加してみたくなったり、時間がそんなにかけない場合に値段と内容が釣り合う良い選択肢ができたなと思いました。またビジネスデーのうち1日だけとはいえ土日以外の選択肢を作ってくれたのも良かったですね。私は今回土日は参加できないので混雑状況については分かりませんが、今この動画を撮影している時点でゲーム公式側が発表したツイートや事前に見たチケットの販売状況を見ると、土曜日に関してはとても混んでいる印象があります。空いている可能性が高いであろう日が選べるというのは嬉しかったですね。以上で TGS の午後入場の話を終わります。私有するだけが全てじゃないということをね、考えると、会場を歩いて写真撮影などを楽しみたい人や、物販にちょっと寄ってみたいなって人にも、お安くかつスムーズに入場できる選択肢が増えたというのは良いことですね。職業によっては、もちろん土曜日に休みを確保するのが難しいって人も世にはいますので、それを考えるとね、今後もこういった取り組みはしてほしいものですね。では、ソニックフロンティアをプレイした感想の話をしていきましょう。どのようにプレイしたかっていうことで感想は変わると思いますので、今回の体験版の内容とどのような流れでプレイをしたのかについてお話しします。最初の島を自由に探索でき、15分の制限時間の中での体験となりました。ストーリーも流れたので、ゲームの序盤をそのままプレイできるという感じですね。ショートステージは7つぐらい存在して、島の謎解きなどをしないと各ステージには入れませんでした。1回目のプレイでは道内に進んで世界初のプレイ映像でも流れた川や草原があるエリアを自由に走り回り、様々な雑魚敵と戦い、チュートリアルで入れる場所を除いてショートステージには行かないようにプレイをしました。2回目は道を外れたり強敵を倒してショートステージの解放を優先してプレイしてみたのですが、3ステージが限界でした。ゲーム全体の流れとしては、フィールドの中から敵を倒したり、謎を解いて何かのキーアイテムを発見し、それを使って新しいステージに入ったり、行動できるエリアが広がっていくという感じでしたね。ステージの短さや、それでいても仕掛けが多かったりして、戦闘も関わる出来を見ると、ワールドアドベンチャーの全ての要素をつなげた感じのゲームに思えました。ゲームとしては非常に丁寧な作りになっており、ガイド表示はある程度自動で行われ、シリーズおなじみの触れるタイプのガイドポイントもあるので、さらに説明を求めたりできます。また、ロード中にも今作では操作練習ができ、ゲームを進めているうちに色々と操作を覚えられます。スイッチと PC の差なのですが、スイッチ版はやはりグラフィックが圧縮気味でフレームレートも30まで落ちていましたが、それでも十分すぎるぐらいには景色も楽しめて、プレイしていた実際、爽快感はありました。ロード時間に関しても、今回はロード中の練習画面にタイマーが表示されるため、それを使って計測してみたのですが、ステージからマップに戻るまでの時間が PC だと3秒、スイッチが7秒でした。後ほどセガ公式配信で PS5 で動かしている様子が映りましたが、こちらは5秒程度でしたね。これまでのスイッチと PC とかで展開されたソニックのマルチ作品を見るとわかるのですが、スイッチは最速の環境と比べて3倍以上時間がかかっていることがほとんどだったことを考えると、ここまでスムーズになったのは驚かされました。また、今回はソニックが成長する関係から、序盤は動きが遅かったりするのですが、スイッチの場合はフレームレートが低い関係で、ソニックが高速移動しているように見えたりして、スピード感を感じられるという意外な形で嬉しい体験ができました。
では、ここからはフロンティアをプレイして良かったところと悪かったところを分けて話していこうと思います。良かったところ、戦闘が思ったより快適でした。数が多い敵はいつも通りにホーミングアタックで順番で倒すことが可能ですし、もう事前情報なんかで出ているサイループを使って囲って倒すことも可能です。少し硬い敵にもサイループを固めたガード崩しやコンボ攻撃を使うことで効率よく削ることができます。草原エリアの奥の方に進むと硬い敵がいたのですが、ソニック自体は成長要素があるため、もう少し先で戦う想定の相手だったと思われます。ちなみに今回はボス戦がいくつか行いましたが、序盤ということもあってさほど苦労せずに倒すことができました。インタビューで言っていた戦闘は好みが分かれるからこそやらない選択肢もできるようにしたと話がありましたが、強い敵はある程度やり込む人が出会えるようになっているようです。走るのが好きな方にも配慮ができていていいかなと思いました。ステージの構成が丁寧に感じましたね。コースが何もなかったといえばそれまでなんですが、ワールドアドベンチャー並みにダメージの仕掛けが増えており、分岐もあるため、短いながらコースは走っていて楽しかったです。これで序盤ですからね、後半はどのようになっていくのか楽しみです。また、ミス時の復帰が早いというのも良かったですね。落下したり、リングゼロでダメージを受けると、いつものようにミスと表示されるんですが、その時、画面の下の方にミスのパターンに応じて、敵や地形に対するアドバイスが表示されて、2秒ぐらいで復帰します。ミスをして、敗因についてアドバイスを受けて、そしてまた挑戦できるというね、なかなか上達がしやすい作りなんじゃないかなと思いました。悪かったところ、操作が複雑すぎるところですね。まず、ブーストがトリガー、左ボタンで格闘、スティックの押し込みでライトダッシュと、経験者ほど馴染みがないような操作になっている上にアクションも多いため、序盤は思うように動かせず、落ち着いて操作することになりがちです。ワールドアドベンチャーと違って、モダンソニックという一つのキャラに全てを詰め込んでしまった結果、こうなってしまったんじゃないでしょうか。あまりにも他作品とかけ離れているので、過去作も定期的に遊ぶ方はね、コンフィグでいじった方が良いかもしれませんね。そしてカメラワークがちょっと残念かなと思いました。走るときはソニックを後ろから追う感じで自然な感じで見やすいんですけど、戦闘パートの場合がね、ちょっと問題があるかなと思いました。自分で操作するととんでもない角度まで動くので、戦闘中特にね、操作するのは難しく、で、敵をロックオンしてしまえばオートカメラになるんですが、これがね、少し罠になる場合があります。例えば、森林地帯の方に行ってみたんですけど、森林地帯で戦闘した時に、オートカメラにしたところ、木が手前に映り込んで敵の攻撃が見えずにね、一方的にボコられるということがありました。カメラワークはアクションゲームにおける大きな課題なんですが、オートカメラと地形の調整みたいなのがね、もうちょっとできていたら快適だったんじゃないかなとは思うことがありました。まとめ。プレイ時間の関係で、まだ悪いところや良いところが見つかるとは思いますが、軽く触った感想として、ちゃんとソニックのゲームだったし、ヒントの出るタイミングが丁寧だったりして、とても遊びやすいゲームになったなと思いました。プレイスタイルが広いところも、今回の体験版の仕様と相性がよく感じて、なかなか楽しかったんですが、探索、ステージ、攻略、戦闘とね、すべて楽しめた身としては、製品版も楽しみですね。このチャンネルでは製品版も実況したり攻略情報を更新していく予定なので、よければチャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。